こんにちは、新藤きみこです。今日はまたちょっと視聴者の方のですね、リクエストっていうか、そういうのにちょっと頼っちゃってるんですけど、イチョウの、実生したもの、網伏せ実生を、したやつのその後が見たいというですね、これも海外の方のリクエストだったんですけど、それをですねお見せしようというちょっと短い、動画になると思います。多分網伏せ実生をやったのは去年の、11月ぐらいなんですよね。だから10ヶ月ぐらい経ってるんですけど、なんかこの辺になんか多分ちょっと画像を載せようかなと思うんですがそんなこんなでどうなってるかって言ったら、こんな感じでちょっとボロボロになってます。一つはこういう感じでですね、もう網は取っちゃってるんですけど、こうやってちょっとね伏せてる分少し足元に、曲がついていて、これもう、9月になるんで、もう植え替えとかもできる、秋の植え替えなんかもできる時期なんで、もうこれを機会に、鉢上げしてしまおうかなと思います。網伏せ実生のいいところは曲がつく、自然ないろんな面白い曲がつくっていうのもそうなんですけど、こういう網で蓋をギュッてこうやってギュッてすることで接触のストレスをこの実生にですね、実生の苗にかけることができて、その接触ストレスが木をですね太くさせるっていうね、そういう効果もありますね。ちょっと芽生えなんかは土を持ち上げるためにいくらか自分の、軸をですね太くするっていうのがあるんですけど、さらにこうやって網でねがっつりこう押さえてギュインってですねやることでですねさらに太くなると。で3年ぐらい前に同じように作ったやつでこういうのがあるんですよ。俺も同じように網伏せしてるんですけど、ここのね曲がすごい実生だとここが太くなってですね伏せるとね針金でかけてないような曲がつくので面白いと。これはちょっとツンってなってますけど、実はこの辺に芽がたくさんあるので、この辺をふかしてですねちっちゃくね作ることができるかなと。ぼちぼち1年2年3年とですね長い目で作ってるような、そういう実生のミニの盆栽なんかも楽しいんじゃないかなと思います。で結構太い木もあります。こういうやつですね。これはコブのところを刺して作ったやつで、品種は父一丁っていうやつですよね。ここの枝がこう伸びてくるとここにこのテロンのこれじゃないや、なんかこう垂れてくるんですよ。この肉じゃないけど、それを父って名付けて父イチョウって言うんですけど、これは出てないですけど、そういう小のイチョウなんかもあります。これで実がなったらめちゃめちゃいいんですけど、でもイチョウというのは葉っぱだけでも結構楽しめる樹種なんで、紅葉もすごい綺麗ですし、種なんかはね身近に結構手に入るので、秋とか11月ぐらいに種拾って、こういう種をですね拾ってまいてみると苗木がたくさんできるので、是非やってみたらいいんじゃないかなと思います。じゃあ早速これちょっと掘り出してちょっとどうなってるか見てみようかなと思います。ちなみにこれ JA 唐津のJA グループ佐賀のつぶつぶジュース、うちのお父さんが送ってきてくれたやつなんですよね。子供の頃、めっちゃ毎日飲んでて、懐かしい味がしますけど、どうでもいいですよね。じゃあこれちょっと抜いていきます。適当にもう全部抜いてしまいます。種もくっついてたのはもう取れてますね。で
こういう感じで根っこが結構しっかり出てきてくれてるので、これを全部抜いていきたいと思います。7、8、9、10、10本ぐらいできました。これをどうしようかな。こういうちょっと面白くなりそうなやつは単品で植えちゃってもいいかなと思うんですけど、ちょっといまいちなやつなんかあるので、こういうのはかえって寄せ植えにして作った方が面白くなるのかなと、そんな気がするので、一つ寄せ植えも作ってみようかなと思います。はい、じゃあ先にこういうのは、ちょっとまっすぐ伸びてる根だけ少し詰めて、こういうのもですね長く伸びてるのでこういうところで切って、これでとりあえずポットに植えようかなと思います。こういうのはまだ根が引っ掛けるとこなんてないので、こうやって幹元を軽くこうぐるっとやって、でこういう穴が開いてるような何でもいいのでポットにこうやって適当な高さの位置でこうひっくり返してですね、こう浮いてるような状態。これでまた 2、3 年作ればミニでも良くなってくるんじゃないかなと思います。これで3つできました。はい、そんなに丈夫な木なんで別に培養で難しいようなこともないと思いますね。はい、寄せ植えのやり方は結構バランスとかも大事なんですけど、この場合は、ちょっとね将来の一株みたいな感じで癒着させたいので、こう根元のところでギチッとねギュッとくっつけて、植えたいと思って今ね配置を考えてるんですけど、将来的にはこの上の方は変わるんですけど、株元だけはですねずっと変わらない部分なので、そこだけちゃんと見て植えちゃったらいいんじゃないかなと、思っています。こういう感じで5本植えたいと思います。はい、針金でここ結束してもいいんですけど、気がついたら食い込んでしまうようなこともあると思うんで、今回はこの接ぎテープを使ってくっつけたいと思います。ギュッとね、こんな感じですね。反対側もはい、よし、こんな感じで、ここが太っていくに従ってここが一つの木になって、イチョウらしさっていうかその辺に自然に生えてる木って直感で、枝がね下枝ほどだらんと垂れるように広がってこういう感じの、形になるのがイチョウなんですけど、これはミニで葉っぱ楽しむという感じなので、ちょっとねイチョウらしさというのはちょっとまだ疑問なんですけど、葉を楽しむようなつもりで気楽な感じで作っています。はい、今回は。イチョウは挿し木とかこぶ挿しとかもできるんで、一気に太いねものを作ったりとかもできるんですけど、
未生の面白さというのもあるので、こういう風な遊び方というか作り方もして、遊んでいます。はい、これなんか良くなりそうでちょっと楽しみです。はい、今日は以上です。